視聴者の方からリクエストのあった海苔巻き、クッキングノートに巻き寿司のレシピがありましたので、それを元にパラグアイで手に入る食材でアレンジ。太巻きやサーモンクリーム、エビマヨ、ツナマヨを素人ながら巻いてみました。はい、今日はクッキングノートの104ページ巻き寿司を中心にいろんな巻き寿司を作っていきたいと思います。海苔巻きですね。油を敷いて火をつけて卵を作っていきます。厚焼き卵、だし巻き卵の作り方去年やりました。初期動画にありますのでぜひご覧ください。普通のだし巻き卵よりも醤油もだしも少なめです。完成です。これ冷ましておきます。鍋にだし汁、醤油、みりん、砂糖、火をつけます。かんぴょうがあればかんぴょうもこれ一緒にやるんですけど、ないのでしいたけだけ入れます。エビマヨも作りたいと思うので冷凍エビを解凍して鍋に火をつけて、ツナマヨも作りたいと思います。缶詰一つ開けておきます。はい、いやいいでしょう。火から出します。細かく切ります。で、器に入れてマヨネーズを和えます。ツナの方にもマヨネーズ、ちょっと胡椒を振っても美味しいですね。白胡椒。はい、これはこれで一つ置いといて、ツナマヨできゅうり切っときます。卵冷めてきたので切りますね。これぐらいあれば十分ですね。しいたけも煮詰まってきましたので出しますね。はい、しいたけを切ります。酢を合わせておきます。お酢、砂糖、塩、よく混ぜて、はい、炊きたてご飯を出します。はい、ここに合わせた酢を入れていきます。よく混ぜます。ここでごまを混ぜてもいいですけど、今日は混ぜないで作りますね。いなり寿司の時はここでごま混ぜましたね。そういえばこれはアルゼンチンのホルトナ米を使ってます。とっても美味しいですよ。日本の米に近いです。桜でんぶも使いますね。先日作った。はい、それでは海苔を炙って使うとありますけど、このままやっちゃいますね。ツナいきます。ツナを入れて、エビマヨ入れていきます。
サーモンとクリームチーズでも作ってみましょう。鮭を敷いてクリームチーズをかけますね。こんな感じでしょうか。ちなみに私素人なのでうまくできないのごめんなさいね。パラグアイ人のアルバイトでやってる子のが絶対うまいですよ。日本巻き寿司あるいは韓国の巻き寿司。はい、巻いていきます。ちょうどのり使い切ります。ご飯もちょうどです。できました。全部で10本できましたね。これを切っていきます。まずこれの切り方ですけど、包丁を濡れ布巾で1回と湿らせます。そして一気に引きながら切ります。力を入れずにで、もう一つの裏技としてラップを準備してちょっと強めに巻きます。そして切るときれいに切れます。で、ラップを外すとこんな感じで。はい、切ったのを並べていきます。サーモンクリームチーズと巻き、ツナ、エビマヨ、ここに紅生姜を、わさびもはい、巻き寿司の完成です。